こんにちは、レッドカメラ部の K です。今回の動画はですね、ちょっとこの D70、ニコンの D70 のセンサーと、あとついでにミラーも綺麗にしてみたいなという動画になります。1個前の動画になると思うんですけど、このジャンクから復活したと思われた D70 なんですけど、実際にこの、購入時にセットでついていたシグマの 30mm っていう単焦点レンズと、このボディですね。どっちかっていうとボディがおまけだったんですけど、ボディの方の D70、この組み合わせで、撮っていってみようと思って、実際に撮ってみたところですね、写真にこれ見ていただいた方が早いと思うんでちょっとお見せするんですけど、こんな感じで、空を撮った時に映り込みが謎の映り込みがあったんですよ。で、これバーッと絞っていった時に分かりやすいんですけど、ちょっと絞ってない写真一回これですね。これとでこれをF16 とか、20ぐらいまでこうガーって絞っていくとセンサーにですね汚れがあるとこうやって映っちゃったりするんですよね。で、これはさすがにすごいなという映り具合だったんで、今回ですねセンサーをクリーニングしてみようかなと。で、僕初めてなんですね。こんなにひどい映り込みがあって、センサー掃除しないとダメじゃんっていうのが初めてだったんで、ちょっと初めてやってみます。で、やっぱり初めてなんでいろいろ調べてどういうやり方があるのかなって見てみたんですけど、いろいろあってですね、一旦普通のやり方でやってみようと思います。なんかもう Amazon でこういうの買ってみました。クリーニングキットみたいな。で、こういうのってだんだん自分でいろいろ試したりとかやっていってみて、これは良くないなとか、これはいいなとかっていうのは、やっぱり、経験を重ねていかないとわからないと思うんですけど、まずはですね、もう普通のやり方で今回やってみようと思います。ということで、レンズですね、外して、そうそう。これレンズ、ちょっとカビ生えてたじゃないですか。で、そのレンズの方のカビかなと思ったんですけど、覗き込みながらレンズ回しても、その映り込みの位置が変わらなかったのと、あとは、単純にレンズを変えて映してみても、同じように、謎の映り込みがありましたので、ちょっとですね、それで、これは完全にセンサーだなと。で、センサーももう目視で汚れがめっちゃ見えてるんですよ。で、これぐらい大丈夫かなと思ってたんですけど、ダメでしたね。で、ついでにミラーも汚かったんでミラーも掃除するんですけど、これ見えるのかな？ちょっとこれ見えづらかったら写真も入れときますけど、これ今ミラーですよね。ミラーは普通に汚れてて、映りには影響ないとは思うんですけど、もちろんファインダー覗いた時には影響はあると思います。なので、ついでにミラーを掃除する。で、今回メインでやるのはこれですね。どんなカメラでもあると思うんですけど、ニコンの場合はこのクリーニングミラーアップする。で、そうするとさっきまでいたミラーが上に上がって、もう一回やってみますか。クリーニングミラーアップする。で、シャッターを押してくださいってなるんで、シャッターを押します。この状態ですね。で、これもちょっと映るかわかんないですけど、多分右上、センサーの右上ぐらいに、もうやばい、これやばいでしょっていう汚れが、これもちょっと写真で入れておきます。これ見えてそうですね。右上、やばくないですか？あと右下の方にもあったかな。はい、こう右下の方にもいるんですけど、これをですね、ちょっと掃除してみようと思います。で、いきなりですね、メインカメラみたいな、こう、高いカメラみたいなのでやるのは、やっぱり怖いと思うんですけど、ジャンク遊びのいいところは、今回、このレンズが欲しくて買って、どっちかっていうとこれおまけだったんで、すごいカメラでやるよりは、気軽にチャレンジできますよね。で、一応、ここ、ホコリなるべく舞わないように、
結構、埃っぽい環境かもしれないですけど、一応ですね、1、2時間前に、ブロワーでバーッと埃飛ばして、で、さっき、拭きました。下は。本当はもっと埃のない時にやった方がいいと思うんですけど、まあ、あんまり細かいこと気にしてもしょうがないですからね。で、これがスワブって呼ばれてる、これですよね。これ APS-C センサー用サイズなんで、多分、縦が合うのかな、長さが。そうですね。これ多分、センサーに、こうすると横幅足りないですけど、こうすると高さで同じ高さになってると思うんで、これでキュッと拭いて、キュッっていうか、ふわっと拭いて、もう一回ふわっと戻る。で、今回汚れが結構激しいので、2本使って、1本目で湿らせて拭く。で、これ、スワブ2本目で空拭きみたいな感じの工程になりそうなんですけど、とりあえずですね、やってみようと思います。で、これなんか、角度45度ぐらいでピュッてやるよっていう風になってると思うんですけど、まあカメラによると思うんですが、これ結構奥深くに D70 の場合はですね、結構奥深くにセンサーがあるんで、斜め45度だと全然拭けないんですよ。もうほぼ、そうですね、スタート地点でやっと45度ぐらい。45度いかないぐらい。もっと立ってる状態ですね。で、終わる頃には多分ほぼ90度ぐらいになっちゃうと思うんで、まあそこはしょうがないかなと思いますので、とりあえずやっていってみようと思います。で、これもなんかすごいいいやつあると思うんですけどね。今回はもうこのセットについてきたセンサークリーナーってやつ、素直にこれを使ってみようと思います。まあ、この手のものはね、賛否両論、皆さんいろんな考え方とこだわりがあると思うんですけど、今回一旦ベーシックにこれでやってみます。まあ軽く湿らせる程度でいいと思うんですけどね。全体が染みてればいいんじゃないですかね。これ僕、初めてですからね。参考程度に。もし自分でやられる方は、ほこりさっき飛ばしてます。ちょっともう一回一応やっておきますか。これ、参考にされる方はもっとちゃんとした動画見てちゃんとやってくださいね。ちょっと一応下向けて。はい、ブロワーで飛ばして、で、拭いてみますね。はい、1。全然取れない。で、反対側で2。この汚れ落ちないやつだ。簡単には。ちょっとこれ、長めに湿らした方がいいかもしれないですね。でも、多分今長年溜まってたホコリ的なやつも、これで1回、2回みたいな感じで拭いたんですけど、もう、あんまりこれ、もう1回使うの良くないと思うんで、新しくしちゃいます。これも完全にど素人が自己流でやってるんで、絶対参考にしない方がいいですね。今、ほとんど落ちなかったですよ、これが。ちょっと、なので、強気の量で、ただ、センサーにゴミを噛んで傷をつけてしまうような、まあ、ホコリ、ゴミっていうのは、多分今の1往復である程度取れたと思うので、ちょっと、次、強気でいってみます。これ全然見えないですね。ちょっと今、限界まで角度変えましたけど、すいません。これでも多分全然見えづらいと思いますが、まあ、やってる作業自体はなんとなくわかると思うので、はい、じゃあ結構強気に今、ここ、ビシャビシャぐらいに濡らしました。で、ちょっとゆっくりめでいってます。これ多分、だいぶ落ちたな。だいぶ落ちましたね。もう一回いきます。すいません。全然映ってなくてすいません。本当は1回しか通っちゃいけないと思うんですけど、
2回やっちゃいました、今。正しいやり方は多分これ、1、2、終わりみたいな、そういうやり方になると思うんですけど、ちょっと汚れひどかったんで、ちょっと、ゴシゴシまではいってないですけど、3本目投入ですね、これは。で今ちょっと半乾きぐらいの状態で、空拭きしちゃいます。もう空拭き自体も良くないと思うんですけどね、本当はちょっと濡らしてた方がいいと思います。あ、でもだいぶ落ちた。いやー、これ、ちょっと濡らしてた方がいいな、やっぱり。なんとなくですけど。ちょっと、濡れすぎは最後良くないと思うんで。ちょっと飛ばして、気持ちですけどね。気持ちの問題だと思いますけど。ちょっと飛ばして、軽くいきました。うん。ああ。ちゃんと、なんかレンズ拭くときよりも、あと残りにくいですね、ムラが。拭きづらい、だいぶ拭きづらい位置ですけど、今、これで、ピューッといって、で、ピューッと戻りましたっていう状態で、結構綺麗にムラが消えて、これ今、目視でめっちゃ綺麗になりました。こんな感じで。ちょっと画面でわかるかはちょっとわかんないんですけど。で、ついでにミラーも掃除しますか。じゃあこれで、ミラーを下ろして、ミラーも汚ねえな。ミラーはちょっと映せるかもしれない。作業が。まあ、やることは同じですね。センサークリーニングのこの汁で、同じ汁でいいんじゃないかな。センサーほどデリケートではないと思うので、センサー拭いていいようなものでミラーを拭くのは個人的には大丈夫そうなんで、これを参考程度にしてくださいね。真似しない方がいいかもしれない。はい、じゃあミラーもいきます。こんな感じ？こんな感じですかね。これぐらいか。すいません。ちょっとミラーもあんま見えないですね。ちょっとやっちゃいます。じゃあ、ちょっともったいないんで、さっき最後に使ったやつ、再利用しちゃいます。はい、いきますね。もうミラーはね、そんなに、気使わなくていいと思うんで。はい、で、今裏返して、まあ、傷とかつけないにしたことはないと思うんですけど、センサーは写りに影響しますからね。いや、4本も使っちゃってもったいないな。最後一応空拭きします。はい。ピッ、ピッ、ピッ。もうミラー、これぐらい適当でいいんじゃないかな。はい。お、綺麗になりました。ちょっとこれも後で写真入れときます、これ。やる前に比べたら全然綺麗ですね。本当はこの、フォーカシングスクリーンっていうんですかね、このファインダーのスクリーン。ここも綺麗にしてみたいんですけど、まあ、今回はいいや。これで。はい、じゃあ、これでレンズつけて、はい、じゃあレンズつけて、また、試し撮りですね。あ、最初にちょっとこの辺説明してなかったですけど、まあ、絞れるだけ絞って、真っ白いところ、空とかでもいいと思うんですけど、真っ白いところに向けて撮ると。はい、じゃあ一応ちょっと画面に、試し撮りしたやつ入れてますけど、こんな感じで、全然変わりましたね。ちょっと初めてなんでだいぶ適当にやっちゃってる感じはありますけど、一応、センサークリーニングする前がこちら。で、スタートがこちらですね。はい。いや、気持ちいいですね、これは。
はい。というわけで、今回ちょっともうサクッとやっちゃったんで、以上っていう感じなんですけれども、一応僕の考え方としては、最初にですね、ホコリを噛んで傷をつけてしまうっていうのがやっぱり、まあどう考えても一番怖いので、センサーにですね、もうセンサーですよね。センサーの表面に、長年溜まったホコリが、まあジャンクカメラですから、何がどう溜まってるかわかんないんですけど、まあ、ホコリが溜まってるのは明らかだなっていうのがありますので、まず、さっきのこのスワブですね。スワブ、まあ、比較的ビシャビシャめにして、軽く、もう表面の砂ぼこりみたいなのを取るイメージで取りました。で、怖いんで、まあ、1個目はもう取り替えました。で、新品にして、1回目で全然取れなかったんで、2回目拭きましたね。で、その時ぐらいからはもう、明らかに傷をつけてしまうような、これはないだろうなっていう予測です。予想して、あとはちょっと強めにというか、何回か拭いてもいいやぐらいで拭きました。で、最後やっぱり拭きムラが残るのは嫌だなっていうのがあったので、ちょっと様子見ながら、表面の状況と相談しながらですね、最後3本目で、4本使いましたよね。3本、4本使って、何度か変えながら、今回ひどかったんでね、汚れが、拭きましたという考え方でちょっと今回やってみました。でも本当目視でもう明らかにピッカピカになったんで気持ちいいですね。ミラーも。うん。ミラーちょっと下にまだムラがあるな。でもやっぱ専用品使うと楽っすね。ここにちょっとムラがある。これ新品っていうか、ちゃんとした現役カメラだと、こんな大胆に拭けないですけど、はっきり言って。半分ダメ元みたいなとこあるんで、ジャンクカメラは。そこが、まあ、ある意味、いろいろ経験を積むというか、こういう作業とかやってみる、自分でやってみるっていう、まあ、実験台みたいな意味では、いいですよね。はい。うん、めっちゃ綺麗になりましたわ。実際覗いた感じも変わるのかな。ちょっと覗いてみますね。うん。わかんないです。さすがに明らかに、さすがに明らかに覗いて綺麗になりましたみたいなのないですね。覗いた時はミラーを見てるだけなんで、そこまで影響するミラーの汚さはなかったっていうことですよね。はい。じゃあ、一応これでですね、完全復活とまではいかないですけれども、綺麗にも撮れるようになったんで、前回の動画で、お伝えしてた通り、しばらくですね、これを実際に使って、いろんな写真を撮って、またこれぐらいは撮れましたよ、みたいな感じで動画にできればなと思ってます。はい、では今回ご視聴いただきましてありがとうございました。